こんにちは、ジャーネです。今回の動画はカッパドキアのレッドツアーを紹介します。オプションでカイマルク地下都市にも行ってきました。これから旅を計画している方の参考に、トルコに行けない方は一緒に旅している感覚でご覧ください。皆様のいいね、コメントが励みになっております。では早々始めてみましょう。カッパドキアの観光は定番のレッドツアーとグリーンツアーの2つのコースがあります。レッドツアーはギョロメを中心に北カッパドキアを巡るコースで、巨大な洞窟集落跡、セルベイア街博物館や絶景のウチヒサール城などを訪れます。一方グリーンツアーは自然と歴史を感じる南カッパドキアを巡るコースで、火山活動とエローズ川の浸食によってできたイフララ渓谷の川沿いの遊歩道を歩きます。またいくつかの地下都市のオプションがあったりします。今回は Get Your Guide で予約した地下都市野外博物館見どころツアーに参加した動画になります。今回のツアーには食事と入場料も含まれています。約8時間たっぷり楽しむことができました。では始めてみましょう。今日はレッドツアーに参加してきます。はい。今待ってるところです。お迎えを。気球に乗るはずだったんですよね。今日キャンセルになっちゃった。全面中止です。いや、はい。9時46分、1日出かけています。今回前日Get Your Guideで申し込みました。一旦ツアーオフィスに集合してツアー別に車を乗り換えます。私たちのツアーの車が出発しました。ガイドのエリフさんです。本日のツアーの概要を説明しています。最初はウチヒサール城からスタートです。カッパドキアで一番高い場所にそびえるウチヒサール城に着きました。この巨大な岩の要塞は自然の岩山をそのままくり抜いて作られたものです。かつては人々が暮らし、敵から身を守るための要塞として使われていました。今は展望台として開放されていて、ギョレメを見渡せる絶景スポットとなっています。少し一緒に歩いてみてみましょう。驚きですね、本当に。お、気球みたいな感じ。気球みたいなのがある。よいしょ。生活で使ったと思われる棚のようなくり抜きもあります。階層構造の建物でした。洞窟の部屋の窓からは広大な風景が見えます。登ったり降りたりの通路をひたすら歩きます。若いのにおっかない。迷路のように岩が掘られています。はいはい。もう誰も来てない。行けないね。こういう中で生活したということですよね。向こうから行けばいい。本当に迷路のような部屋の作りでした。なんだっていう。今歩いてきた方向を振り返っています。あそこまで行きたいのですが、行けません。時間がありません。はい。でもまた降りるの怖いからいい。この壮大な景色見てください。はい、見えますかね。すごいですよ。トルコはやっぱりね、こういう景色がいいです。急いでバスまで戻らなくてはいけません。骨董品も販売されているようですね。ガラクタって言っちゃ失礼。あと1分です。妖精の煙突など奇岩があるパシャバーエリアに来ました。お土産街を通ります。1500円。ゲートがあってここから有料のようです。マッシュルームバレー。今の時間は11時24分です。カッパドキアの奇岩は火山灰や溶岩が蓄積してできた凝灰岩が長年の風雨による浸食を受けて形成されました。やっぱこれは来ないと。マッシュルームバレー30分の
10時間です。10時間です。どこまで上がれる？洞窟住居の後です。行く？いいよ。撮る？俺はいいや。なんで？撮れてる？多くの人がこのアングルで写真を撮っていたので、真似して撮ってみています。火山灰が蓄積して固まった凝灰岩のため、黒い服が真っ白になってしまいます。木々の緑にキノコ岩が生えて映えですね。お、こっちも全然違う風景。だけど上がり口が分かりません。前なんかあったね、上がれない時。どこだろう。どこだろう。いける？ああ、上がってる上がってる。はい。あ、でも向こう側だ、皆さん。失敗しました。こちらから上がらなくてはいけません。はい。やはり上に上がってみないと。時間がないのでここまでしか上がれませんでした。ちょっと残念。皆さん降りるのも一苦労しています。ここでさ、まずしゃがんで、このしゃがんでここに手をついて、こういうふうにすれば足伸びるから。相棒がこけるといけないので指導しています。戻ります。また転びましたよ。はい。どんくさい。どんくさい。どんくさいってありゃしない。入り口ゲートまで戻るには約10分ぐらい、集合時間まで戻らないといけません。次はミュージアムです。さっきまでダウン切ったんだけど、もう暑くて、もう半袖です。見てください。だって20度だもん。今日最高気温20度上がる。この気温の変化。ついていけません。ゼルベ野外博物館の入り口にやってきました。妖精の煙突エリアの入場券と共通です。今回のツアー料金にすべて含まれています。12時21分、はい、セルベ野外美術館です。美術館。何？セルベ野外博物館です。ここは洞窟住居、教会、修道院などが谷間に密集しており、9世紀から20世紀半ばまで人が住んでおりました。その後、博物館として公開された場所です。昔の洞窟生活の跡がそのまま残っている場所が多くありました。とにかく広いので、ツアーの時間で全てを見ることはできませんでした。遊歩道は整備されていますので、体力と時間さえあれば制覇は可能です。では一緒に見ていきましょう。岩がくり抜かれており、住居になっているのがわかりますね。上部に明かり取りの窓も見えますね。でっかいミルです。おお。ここで穀物をひいていてパンを作っていたそうです。あそこがオーブンです。岩に色をつけて建物の用途を識別していたようです。住居、倉庫、動物小屋、宗教施設など区別していました。観光客用に標識もあちこちにあります。標識を見ながら登ったり降りたり、疲れます。足腰が鍛えられる観光エリアです。左はワイナリー、右はセルベ渓谷3となっています。雄大さに圧倒されて声が出ません。生
ます。この広大さはこの人が歩いている道を見てもらえばわかるかと思います。綺麗な景色が多すぎて困ります。どこを取っていいかわかんない。紹介だと思います。戻れないんじゃない？ラクダ岩で知られている創造の谷に来ました。奇岩が動物や物の形に見えるため、イマジネーションバレーとも呼ばれています。ここは下車して5分ぐらいガイドの説明があり、写真撮影をして次の目的地へ移動しました。ラクダ？ペンギン？アヒル？トルコ語で赤い川という意味があるクズルールマック川。全長約 1355km、 トルコの最長の川です。この赤い土を使った陶芸が有名なアバノスという町に来ました。アバノスというエリアでランチタイムです。ギョレメから北側にある町です。このレストランでランチをいただきます。ウスタミルイアットです。ウスタ。ここに入ります。このセットメニューから選ぶことができました。ランチもツアー料金に含まれてます。私はヨーグルト系のスープを頼みました。ヨーグルトスープいただきます。熱くて美味しい。ちょっとスパン味があって。はい。いただきます。水スープ、豆スープきましたが、なんかコーンポタージュみたいな感じしますね。どうぞ。ここは美味しいよね。スープで美味しいし、パンも美味しいし、昨日のレストランかなりレベル高いです。相棒と私は違うメイン料理を注文しました。なんか味は同じでしたね。工房に入ります。必ずこういうとこに入って。もしかして最後にお土産物屋さんが違うか。違うじゃん。地下都市ですか。これが地下？これが地下都市ですかね。そうですね。地下都市か。これが地下都市。展示室を抜けると待っていたものはまずは陶器の色入れのデモンストレーションでした。手書きの説明を受けています。肩にかけているのはワインの容器です。次は陶器を作る工程のデモが始まります。まず粘土をこねる工程から始まります。皆さん意外と真剣に見てました。チャイのサービスもありました。最後は蓋を乗せて完成です。思わず皆さん拍手。ツアーの参加者がトライします。ボールが
プロに教わらないとそう簡単には容器の形になりません。おお、形になってきましたね。はい、完成しました。左は師匠の作品、右はゲストの作品です。最後は土産物売り場を通ります。スタッフがあれこれ進めてはきますが、誰も何も買いませんでしたね。カイマルクの地下都市へ移動します。入場料は100リラ、約2300円、ツアー料金に含まれてます。エントランスホールには地下都市の模型がありますが、西日が当たってきれいに撮影できていません。これから地下都市に入ります。カイマルクの地下都市見学入ります。ここは地下深く広がる巨大な隠れ都市で、カッパドキアを代表する歴史的スポットの一つです。入り口は小さな穴のように見えますが、一歩足を踏み入れると、そこは4層から8層と言われる広大な地下空間が待っています。この都市は紀元前に遡るほど古く、迫害や侵略から身を守るために人々が何世紀にもわたって拡張してきました。内部はまるで冒険映画に出てくるような迷路になってました。通路は人がすれ違えないほど狭い場所もあれば、天井の低いトンネルをかがんで進むエリアもあります。でもその先には驚くほど大きな空間が広がっていて、そこが居住区や集会所として使われていたと考えられています。最も興味深いのは、地下で生活するための工夫がしっかり残っていることです。ところどころに開けられた換気用の穴、食料を貯蔵するための穴、ワイン貯蔵庫、家畜小屋や調理用のキッチンの跡まであります。さらには敵が侵入してきた時に通路を塞ぐための丸い石の扉もそのまま残っていました。深い階層へ進むほど空気がひんやりしてきて、地上とは全く別の世界が広がっています。観光では1時間もあれば十分見て回れますが、狭い通路や急な階段が続くので、動きやすい服装とスニーカーなどがいいでしょう。もうモグラになったみたいで出てきてすぐサングラスをしないと目を痛めてしまいます。皆さんサングラスしてます。お父さんも。お父さんも。皆さんはサングラスしませんか？サングラスの中入れちゃった。必要ですよ。はい。これで終わりだって。鳩の谷行ってるしまい。最後の観光地、鳩の谷に着きました。ここは昔から住民が鳩を大切に育ててきた場所です。岸壁に無数の小さな穴が開いているのは、なんと鳩の家なんですね。鳩の糞は畑の肥料として使われ、ワイン作りにも役に立ったようです。という鳩の谷ですが、鳩は全くいませんでした。白い岩肌の絶景と遠くにウチヒサール城が見える場所は撮影ポイントですね。はい、帰ってきました。今何時でしょうか。10時17分です。もうあそこ上がって見れませんね。次回はカッパドキアで出会ったご夫婦との楽しい Vlog です。世界一周をしている吉田家ってどんな人？どうして世界一周することになったの？予算は？などなど聞いてみました。皆様のいいね、コメントが励みになっております。まだまだ旅は続きますので、ぜひ登録をしてお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。